逆説的人生を包み越えてあなたが本当に幸せになる方法。幸せになる順序が逆だったんです。もしあなたが我慢せず欲しいものは何でも買える毎月の収入が欲しいとして、その方法が美しい空を見上げて澄んだ空気を胸いっぱい吸い込んで豊かな気分になることですと言ったら、あなたは信じるでしょうか？もしあなたが素敵な恋人が欲しいとして、その方法が道端に咲いている花を見て美しいと感じることですと言ったら、あなたは信じるでしょうか？もしあなたが喜びを分かち合える素晴らしい人間関係を手に入れたいとして、その方法が公園で走り回る子供たちを見て微笑ましい気分になることですと言ったら、あなたは信じるでしょうか？もしあなたが自由と幸せが欲しいとして、そもそもあなたはそれを持っていますと言ったら、あなたは信じるでしょうか？自分の思考とそこから生じる感情と波動が自分のすべての現実を作っている。そのことを知ってから、私自身の現実はそれを知る以前とは似ても似つかない、全く異なるものになりました。会社員として時間に縛られる毎日から、自分で自由に時間を使える毎日に、お金のためにやりたくもないことをやっていた毎日から、やりたいことだけをやる毎日に、制限のある収入の範囲で使えるお金を気にしていた毎日から、お金の心配をしない毎日に、好きでもない人とも関わらなければいけなかった毎日から、喜びを分かち合える人々に囲まれた毎日に、未来への不安を抱えた毎日から、素晴らしき未来を確信する毎日に。それはまるで魔法のようでしたが、自分の思考を意識して選択し、出している波動を変えることを継続し、自分の本当の望みに素直になっただけで起こりました。そして今まさに私は思い通りの人生を、喜びあふれる毎日を生きているのです。本当にこんな世界があったのだと、今でも少し信じられない思いです。思考は現実化するのです。正確に言うと、思考は現実化するものもあるのです。イメージングしたそのものが現実化することは多々あります。しかし、イメージングをいくらやっても望みが叶わないという人もいるでしょうし、同じ人でもこれは現実化したけどあれはしなかったということも多いでしょう。なぜでしょうか？それはイメージングしたら必ず叶うという法則でこの世は動いているわけではないからです。イメージングはあなたが自分の願いをはっきりとさせ、それを宇宙に届けるという点では有効なものです。しかし、強くイメージングしたからといって必ずあなたの願いが叶うというわけでは決してありません。これから解説していきますが、あなたの現実を作っているのは、あなたが心から疑いなく信じていること、観念とあなたの出している波動なのです。イメージングは種まきのようなものです。その種を発芽させ、成長させ、その実をどれほど収穫できるかを左右するのは、あなたの観念と波動です。種をまいても、あなたの観念と波動によっては収穫までできないかもしれませんし、同じ種をまいても得られる結果は人それぞれ違うのです。本書では引き寄せの法則を活用することによって、あなたが確実に幸せになり、喜びの人生を生きていく方法をお話ししていきたいと思っています。それには、引き寄せとはイメージングやビジュアライズしたらそれが物質化することだという考えは邪魔になりますので、一旦忘れましょう。よくケーキをイメージングしてケーキを引き寄せたというような話を聞きますが、確かに自分の思考が現実化した瞬間を感じることができたということ。それは自分の現実を想像するという能力に気づいた素晴らしい瞬間であり、驚きでもあり、嬉しくもあるでしょう。しかし、ケーキはあったら嬉しいものかもしれませんが、通常ケーキが人生を変えてくれるものではないはずです。ケーキはあなたの人生を根底から喜びへとは変えてはくれないのです。引き寄せが自分がイメージングしたものを現実化することではないとしたら、一体何なのでしょう。引き寄せの法則というのは、自分の波動と同調するものが自然と自分に引き寄せられてくるという宇宙の法則です。波動とは
わかりやすく言うと、あなたの出している雰囲気です。同じ人でも、その人が今抱いている感情によって、外から感じる雰囲気は明らかに異なりますね。近くで誰かが怒っていたら、自分には関係がなくても嫌な気分になるものです。目に見えない波動、振動、周波数が伝わってくるからです。このように、自分が感じている感情によって、あなたが発している目に見えない波動は変化しており、それが自分の周囲へも拡散するのです。この波動と同調するものを宇宙はあなたに寸分の狂いもなく返してきます。あなたが嬉しいなと感じていたら、あなたにとって嬉しい現実を引き寄せますし、イライラするなと感じていたら、ますますイライラするような現実を引き寄せます。この物質界にあなたはあなたの現実のすべてを操る魔法とともに生まれ出ています。あなたは必ず幸せになれる魔法とともに生まれてきているのです。その魔法は根性でも来世でもあなたがその気になればいつ見つけても良いものです。しかしどうせなら根性で見つけたいとは思いませんか？さあ、その魔法、人生の秘密を見つけに行きましょう。こんにちは。ハッピー健ことハッピー研究所の翔です。今回は逆説的人生を包み越えてあなたが本当に幸せになる方法という本をご紹介します。引き寄せの法則。このチャンネルをご覧の皆さんには馴染みのある言葉ですよね。当然知ってますよ。あれでしょ？願えば叶うってやつでしょ？そうです。そうなんですが、それだけでは足りないのです。ただ、あれが欲しいと願うだけでは叶わないんです。引き寄せないんです。夢や願いを引き寄せて幸せになるためには、引き寄せの法則の本質を理解する必要があるんです。そこで引き寄せの法則を理解するのにぴったりの本をご紹介したいと思います。著者は奥平アミーさん。ご自身の生活も一変させた引き寄せの法則を伝える引き寄せの教科書が第2次引き寄せブームを巻き起こし、以来引き寄せの法則に関する様々な著書で情報発信し続けてくれている奥平さん。本チャンネルでも本当にたくさんの本をご紹介させていただいております。そんな彼女が引き寄せの本質、願望実現のシンプルで深い確信を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。思考は現実化する。自分の波動と同調するものが自然と自分に引き寄せられてくるのはなぜでしょうか？それは思考は現実化するからです。とは言っても先ほども申し上げましたように、自分の思考のすべてが現実化するわけではありません。例えば今、私は3億円持っていると思ってみてください。現実化しないと思います。しかし、自分が本心から思っていること、疑いなく当然そうだと思っていること、それはすでにあなたの現実に現れています。あなたの思考のうちで、あなたがそれは当然だと疑いなく信じていること、観念は現実化するのです。あなたが嬉しいと感じているということは、あなたはその対象が自分にとって嬉しいものだと疑いなく思っているということです。もしイライラするのならば、あなたはその対象や状況をイライラするものだと信じて疑っていないということなのです。その思考が現実化するので、あなたが感じていることが現実に現れてくるのです。思考が現実化しているということを理解するために周囲を見渡してみてください。性格が悪くてあなたの大嫌いな〇〇さんがいるとします。あなたが〇〇さんのことを性格が悪くて嫌なやつだと疑いなく当然そう思っていて、目の前の〇〇さんはその通りになっています。あなたはいつもお金が足りないと嘆いているかもしれませんが、あなたがお金が足りない
と当たり前のように思っていて、現実はその通りになっています。他にも例えば、私は会社員である。私の年収は〇〇万円である。私は〇〇に住んでいる。あの人は〇〇な人だ。など、これらあなたが疑いなく当然のようにそう思っていることはすべてあなたの思考と現実が必ず一致しているはずです。あなたが自分自身の思考と波動を選択し、あなたの人生を作っていく上で理解すべき大きなポイントはこの2つだけです。自分の波動と同調する物事が引き寄せられてくる。自分が本心から当然だと思っていること、観念が現実化する。これを頭だけではなく体全体で理解したとき、あなたは引き寄せの法則を存分に活用し、本当に思い通りに幸せで豊かで生きる喜びにあふれた人生を手に入れることができるでしょう。そしてそれは決して難しいことではないのです。この世とあの世の仕組み。ではなぜ自分が本心から当然だと思っていること、観念が現実化するのでしょうか。この問いは、なぜ太陽は一つなの？なぜ人間には男性と女性がいるの？というような質問に似ているかもしれません。つまり、そういうものなのだからです。この世はそもそもそのように作られているからなのです。ここでこの世とあの世の仕組みについて触れておきますと、このようになっていると考えてみると分かりやすいと思います。私たちはこの世、この物質界にて通常あの世を感じることができませんので、この世の出来事はこの世で作られていると思っています。しかし、あの世が大元で、この世はその写し絵だと考えてみてください。あなたの思考のうちで、あなたが本心から疑いなく信じている思考というのは、あの世に届きます。そしてあの世まで届いた思考が現実化するのです。あの世がこの世の投影元なのです。あの世に達したあなたの思考のみが現実化していくので、思考のうちでも現実化するものとしないものがあるのです。この世やあの世と言われても非科学的だと思う方もいらっしゃるとは思いますが、量子力学という科学の分野においても人間の意識が現実を作っているという解釈はすでに存在しますので、興味のある方はお調べになってみてください。本書ではこのことが正しい、間違っているという議論をしたいのではありません。そしてあなたが望む人生を生きて幸せになるためには、物事を正しい、間違っているで判断するということをできるだけやめていく必要があります。正しい、正しくないという外堀を埋める作業をしなくとも、自分の思考と波動を選択して自分の人生を作るということをこれから自分で実践してみれば、現実はその通りに動くのだということをあなたは嫌というほど実感するでしょう。その時自分の体験により自分が現実を作っているのだということを知るでしょう。本書でお伝えしたいのは、この世、この物質界を生きる上で、こうしたらあなたは望むものは全て引き寄せ、あなただけの喜びの人生を幸せに生きていけますよという一つの提案なのです。全ては一つ。なぜ自分の波動と同調する物事が自分に引き寄せられてくるのか。なぜ自分が当然だと思っていることが現実化するのか。という問いにあえて言葉で回答するとすれば、究極には全ては一つだから。全てというのは文字通り全てです。あなたイコール宇宙の全てだということです。ですので、あなたの発したもの、あなたの信じたことがそのまま宇宙へ反映するのです。今ここで全ては一つと言われてもピンとこないかもしれませんが、全ての源は一つだけれども、この世では一つではないように見えているだけと言えるかもしれません。あの世では全ては一つなのですが、それがこの世に現れてくると分離して見えるのです。全てのものの本質、目に見えない部分はつながっており、究極には一つ、本当に一つしかないのです。全ては一つだということを今無理に理解しようとする必要はありませんし、もちろんあなたにそれを信じることを強要もしませんが、あなたがあなたの発している思考と波動を意識し始めるだけで、それに伴って現実が変わっていくのをあなたは間違いなく目の当たりにします。その時あなたは世界は自分の繁栄であることを知るのです。そして自分と世界はつながっていること、
究極には全ては一つであるということを知るのです。あなたの本当の望み。今では多くの人が引き寄せの法則を知り、自分の望みを叶えようとしています。しかし果たしてそれで幸せになったのでしょうか。願いや望みが現実化した人もしなかった人もいると思いますが、どのくらいの人が幸せになったのでしょうか。ここであなたはどうして夢や願いを叶えたいのかを考えてみましょう。どうしてそれらが欲しいのですか？どうしてそれらを実現したいのでしょうか？なぜお金が欲しいのですか？なぜ素敵な家が欲しいのですか？なぜ結婚したいのですか？なぜ健康になりたいのでしょうか？冷静になって考えてみてください。恋人が欲しいとして、その恋人といても幸せではないとしたら、あなたにとって恋人とは何でしょう？ただ恋人がいるという安心感ですか？恋人がいて、幸せや喜びが大きくなったり、それらを分かち合ったりする。だからあなたは恋人が欲しいのですよね。お金が欲しいとして、お金があったら〇〇ができて嬉しい。〇〇が買えて満足する。だからお金が欲しいのです。あなたの望みをどんどん突き詰めて考えれば、それは幸せになりたいからということであったり、喜びを感じたいから、嬉しさを感じたいから、満足したいからということに行き着くでしょう。どんな望みをたどっていっても必ずそこへ行き着くはずです。私自身もそうでしたが、誰しも幸せになるためであったり、喜びを得たいからそれが欲しいのです。ただお金が欲しいわけじゃない。ただ恋人や結婚相手が欲しいわけじゃない。ただ家が欲しいわけじゃない。ただ健康が欲しいわけではないのです。あなたが最初に望みだと思っていたものは、あなたの本当の望みではなかったようです。仮の望みだったのです。あなたの本当の望みは、幸せ、喜び、嬉しさ、満足といった感情を得ることなのです。あなたの本当の望みを叶えるには、これまであなたはあなたの仮の望みを叶えようといろいろな努力をしてきたかもしれません。しかし実はこれはあなたの本当の望みである幸せになるためには遠回りの道です。なぜならお金を得ることや恋人を得ることというのはそれがイコール幸せとは限らないからです。ですのでお金や恋人を得ることを目指すといった回り道をせずに幸せをダイレクトに目指せばいいのです。具体的な物事を手に入れたいという思いを消す必要はないのですが、それを一旦脇に置いておいて、あなたの日常生活の中で幸せ、喜び、嬉しさ、満足を感じること、これらをあなたの目指すものにしてみてください。では、あなたが幸せになる、幸せを感じるにはどうしたらいいのでしょうか。その方法は2つです。1つ目は、自分が本当にやりたいこと。それを見つけて実際にやっていくことです。仕事であれ、趣味であれ、家事であれ、あなたのやりたいことはあなた自身の内側から出てくるものであり、あなたは自分のやりたいことをやっているとき必ず幸せだからです。2つ目は自分がまず幸せになる。自分が自分の幸せを選択するということです。ここで引き寄せの法則の本質を思い出してみましょう。あなた自身と同調するものがあなたに引き寄せられてくるとしたら、幸せになりたいというあなたの本当の望みを叶えるためにはどうしたらいいのでしょう。あなたが幸せになりたいのであれば、まずあなたが幸せでなくてはならないのです。もしあなたが喜びを得たいのであれば、まずあなたが喜びの状態にならなくてはなりません。嬉しさを得たいのであれば、まずあなたが嬉しがらなくてはなりません。満足したいのなら、まずあなたが満足しなくてはならないのです。このように書くと、どうやったら幸せになれるの？どうやったら喜びの状態になれるの？どうやったら満足できるの？とあなたは思うかもしれません。現実を見渡して、こんな状況で幸せになるのなんて無理だ、と思うかもしれません。しかし、ここで初めに断言しておきましょう。あなたは誰の手も借りず、あなただけで幸せになることができます。喜びも嬉しさも満足も得ることができます。それは周りがどんな状況でも関係ありません。
多くの人はパートナー、お金、物、職業や地位が先に必要で、それらを得たら幸せになれる。またそれらを得なければ幸せになれないと考えています。先ほども書きましたが、結婚している人が全て幸せではないし、お金がいくらあっても幸せでない人はいくらでもいることを理解している人は多いでしょう。豊かな先進国に住んでいる人が全て幸せでもなければ、貧しい開発途上国に住んでいる人が全て不幸。そんなわけはありません。そしてもう一つ断言しておきましょう。あなたはまず自分で幸せにならない限り、幸せになることは決してできません。このように書くと言葉遊びのようですが、あなたが今あなたの現実にある物事の中に幸せを見ない限りは、そこからさらなる幸せを引き寄せることはできないということです。今あなたの現実の中にない物事を得ることにより幸せになろうとしているのであれば、それはできない相談なのです。自分が自分を幸せにしていない状態で、たとえお金、家、恋人や配偶者、美や健康などを手に入れたとしても、それは一時的な快適、快楽をもたらしてくれるかもしれませんが、決してあなたが幸せになることはありません。それを手に入れた時点で、あなたは次の欲しいものを探し始めるからです。それらを手に入れても、あなたがたどり着くのは幸せではなく、新たな欠乏感なのです。あなたが幸せを引き寄せるのは、あなたが本当にやりたいことを見つけ、それを経験するとき、そして自分が自分で幸せになったときだけです。あなたイコール宇宙であり、自分と同調するもの以外を宇宙があなたに返してくることはないのですから。この世の法則。あなたが自分の外側に幸せを求めている限り、外側の何かを求め、それを得ることによって自分が幸せになろうとしている限り、あなたは一生あなたの求めている幸せを手にすることはできないでしょう。幸せに追いつくことはないでしょう。あなたが幸せを求めていると思っていると、それが現実にそのまま反映しますので、いつまでも幸せを求めているという現実が作られ、幸せを追いつくことはできないのです。しかし、外側に幸せを求めることをやめ、自分の内側に、そして今の自分の現実の中に幸せを見つけ、自分はすでに幸せの中にいた。幸せを手にしていたということに気づけば、あなたは幸せになることができます。そしてあなたが今ある幸せに本当に気づけば、あなたは幸せになるだけでなく、あなたが求めるものすべてを手にするでしょう。いいえ、あなたが求める以上のすべてかもしれません。想像以上の現実がそこには待っているのです。そしてあなたは真の自由を手に入れるでしょう。ここが一番重要なところですが、あなたが幸せになれば全ては与えられるのです。あなたが幸せになれば全てを引き寄せるのです。この全てというのは物質的なものも経験的なものも能力的なものも全てを含みます。あなたが最初に抱いていた仕事だったりお金だったり家だったり恋人だったり健康だったりという望みは、あなたが思っている以上の素晴らしい形で全て叶うのです。あなたが幸せになれば、あなたが心から望むあなたに必要なもの、こと、経験、人は全て引き寄せられてきますし、あなたがやりたいことを可能にする能力までもが引き出されてきます。それらはそもそもあなたの内側にあって、あなたが見つけてくれるのを今か今かと待っています。あなたがあなた自身を幸せにすることで、その回路を開いてあげれば、それらはあなたの中へと流れ込んでくるでしょう。まず幸せになりなさい。自分の現実の中に幸せを見つけなさい。と言われると、ただの精神論を言われているように感じるかもしれません。いや、自分の望んでいるのはお金だったり恋人なんだ。それが欲しいのだ。それを得たら幸せなのだ。と思うかもしれません。しかし、そう考えている限り、今、〇〇がないから幸せではない。〇〇を得て幸せになろうと思っていることになり、今幸せではないというそのあなたの観念がそのまま現実へ反映されてしまいます。順番が逆なのです。恋人やお金を得たら幸せなのではなく、幸せになるとあなたに必要なものはお金でも物でも仕事でも人間関係でも手に入るのです。幸せになること、
それが物質をも動かすのです。精神論では決してありません。引き寄せというのは何かを努力で叶えることではないし、物だったりパートナーだったりを手に入れて、それに幸せにしてもらうことではないのです。引き寄せの法則とは、ただ単純に自分が幸せになれば幸せがやってくる、自分が喜べば喜びがやってくるという法則なのです。そのことを本当に理解すれば、あなたの人生を根底から幸せへと、喜びへと変化させることは決して難しいことではなくなります。引き寄せの法則により、あなたが幸せであれば幸せな現実をあなたのために宇宙は想像せざるを得ません。あなたが喜びの状態になれば、あなたの現実は本当に喜びに満ちてきます。それが引き寄せの法則です。願いが叶ったら幸せになるのではない。あなたが幸せになったら、すべての願いは叶うのです。そしてそれがこの世の法則なのです。本書は本当に自分の生き方を変えようと、幸せになろうとする人のための本です。あなたが幸せになるために幸せである方法、そして結果としてあなたのすべての望みを叶える人生の秘密を解き明かしていきたいと思います。これを試みたとして、あなたが失うものは何もなく、得るものは果てしないでしょう。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本チャンネルでも引き寄せの法則関連の本は何冊もご紹介していますから、皆さんもいろいろな知識を得ているはずです。ただ、いろいろな情報を得れば得るほど全体像がぼやけてきて、で、結局どういうことなんだっけと本質が見えなくなってしまうんですよね。ですから、一旦頭の中を整理してほしいのです。そして引き寄せの法則を整理するなら、やっぱり奥平アミーさんの本がぴったりだと思うんです。幸せを選べば幸せを引き寄せる。この機会にシンプルで強力なこの法則を整理して自分のものにしちゃいましょう。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。